皆さんごきげんよう。今日でこの YouTube 始めてからちょうど1ヶ月になります。最初の1本目をこの間ちょっと見直してみたんですけども、ものすごい顔して座ってますよね。カチンコチンの顔で、おかげさまで、1ヶ月経ちましたらようやく普通の顔に戻ってきて、こうやってかなりリラックスしてお話ができるようになりました。でこの講義を受講している学生さんに感謝申し上げます。この1ヶ月の間このビデオ画像を見てですね、メールを通していろんな感想とか授業のまとめとか、それからとても良い質問をたくさんいただきました。で一本一本全部返しておりますけれども、こうやって、対面はできないけれども画面を通してですけれども学生さんと非常に、密に、この密ならいいんですね、3密はダメだけども、密に、こう対応ができて、むしろ授業で教室で授業をする時よりもかえって、親密にやり取りができるような気もいたします。もちろん一堂に会してね、顔を合わせながら授業したら楽しいでしょうけれども、しかしこういう、遠隔授業にはそれなりの良さもあるということを実感いたしました。それもやっぱり皆さんが私のこのYouTube に対して、真剣に対応してくださってるおかげですね。おかげで私もこんな風に顔がだんだんリラックスしてまいりました。これからもこんな感じで続けていきます。まだまだ大学の閉鎖状態も続くようですから、こういう形での授業が続くでしょうね。それで今日は1周年記念とか10周年記念とあるんだけども、これ1ヶ月だから何ていうのかな、1周月記念で少し漠然とした話ですけども、仏教を学ぶということの意味についてお話をしたいと思ってます。ちょっと番外編になりますけどもご容赦ください。この講にはもちろんその仏教を学ぶと、本来のタイトルは仏教哲学の世界観ですから、ものすごく固い、哲学の話をするはずだったんですが、それは置いといて、一応この1ヶ月間、仏教という宗教の一番ベースになるものの考え方と、それからそれに基づく実際の人々、仏教徒たちの活動の様子をお話ししてまいりました。まだずっと続く予定ですけれども、でこういう授業を受けてその役目は何なんだと、この授業によって何が得られるのかということなんですね。大学にしろどこにしろ教育機関で教えるということの意味を普通に問われれば、それは知識の伝達であるとか、あるいは技能の伝承であるとかね、技を伝えるとかね、何らかのその教える側が持っているものを、価値を受け取る側に伝えていくということなんですね。普通そうなんです。だけどもですね、この仏教を教えるっていうことはちょっとそれとずれてくるんですね。まず第一に私は仏教の達人じゃないんです。私は仏教をただ勉強してるだけの人間で、私が皆さんにお伝えしてるのは私の中にある価値を伝えてるわけじゃなくって、2500年前にお釈迦様がお作りになった世界観を私は皆さんに伝えてるだけなんですね。伝達者なんです。私いつも自分のことを仏教のスポークスマンだと言ってるんですけども、それでつまり皆さんに私がお見せしているのは、お釈迦様はどういうものの考え方をした人なのかということをお伝えしているだけなんですね。でそれじゃあそのお釈迦様の教えというものを皆さんが、私を通じてですね、知った場合にそれは皆さんの人生にどんな役に立つのかということなんですね。
でもちろん知識もお伝えはしています。この1ヶ月間の間でいろいろと知らなかったことを知ったということもあるでしょう。しかし知識をたくさん頭に詰め込んだって仏教の知識がね頭の中にたくさんあったってあんまり役に立たないですよ。そうでしょ。仏教の単語いっぱい知ってますってそれは物知り博士で人からすごいね」とは言われるかもしれないけども、その知識が自分の中で生きていない以上は何の役にも立ちませんわね。物知ってるというだけの話です。でそういうことを私皆さんにこう期待してるわけではないんであって、この授業でお伝えしたいことはですね、それぞれの人の聞いている人たちの生き方の方向づけなんですね。生き方の方向づけで、その生き方の方向づけをするための手助けになることを願ってるわけなんです、この授業ではね。どういうことかと言いますと、何度も申し上げてきましたけれども、我々は生まれた時には人が本能として作っている一般社会の中へ生まれ落ちてくるわけです。そしてその中で一般社会の価値観を受け取りながら、悪く言えば刷り込まれながら、人生を送っていくことになるわけです。でもちろんそれがそのまま順調に、寿命が来るまで何のトラブルもなく人生が終わっていけばそれはもう何も問題ないんですけれども、しかし考えてみると人生80年90年100年というようなこの時代の中で、同じ価値観の中で何の過不足もなく幸福に生きていくというような状況はまずないんですね。でしかも何をおいても大事なことは、重要なことは、人の人生は次第に右肩下がりになっていくということなんです。それはなぜかというと、老いが迫ってくるし、死がだんだん近づいてくるし、そして病というものが人の体を侵すようになってくるし、つまり老と病と死という避けられない宿命は我々の人生を必ず右肩下がりの方へ持っていくわけですね。こんなことを言ってすいません。もうなんか若い方にこんなこと言うとなんですね、悲観的なこと言ってなんて怒られちゃうかもしれないけども、将来の話として聞いておいてくださいね。で、そんな時にですね、我々はその一つの価値観、つまり努力してより良い生活を手に入れよう、もっと幸福になるように努力しよう、それが人生の正しい道だという、そういう一般社会の通念と肩を組んで二人三脚で歩いていきますとですね、だんだんとその一緒にいる仲間、つまり一般社会の世界観との間に齟齬が生じてくるわけなんですね。若い時ならそれでいいんです。いろんな欲求が満たされるということが幸せなんだから、そのために頑張ろうじゃないかって、それは結構なことなんですけれども、欲求っていうのはね、お金だけじゃありませんよ。例えば幸せな家族を作って、そして穏やかな老後を過ごしてというような、普通に我々が正しい生き方だと考えている価値観で、それは正しいんだけれども、間違いじゃないんだけれども、ただそれにそぐわないような状況が来ることがあるということなんですね。でそういう状況のために大事なことは何かっていうと、生まれ落ちてから一緒に歩いてきた二人三脚でやってきた一般社会の価値観とは別の生き方もあるんだということを知ることです。イメージとしてはですね、大きな海があって、その海に我々はポチャンと生まれ落ちるわけです。でその生まれた時からもう海に囲まれてるわけです。だから我々は普通ならば世の中はその海だけでできてるんだと思うんですね。全ての世界は今自分が考えているこの価値観で動いているのであって、それ以外の選択肢はないんだというふうに思い込んで生きる場合が多いわけです。ところが例えばここで私がこの講義でですね、仏教という世界観があって、それはより良い生活を求めるという当たり前のその姿勢を拒否するのであると。
でその拒否したところに本当の幸福を見出そうとする教えなんですよということを聞きますと、それまで自分の周りが海だと思っていたところに海ではない、例えばちょっとした陸地がね、島があって、そこは全然違う価値観の世界があるんだということに気がつくわけなんです。で、それでですね、だから私は別にそこへ来なさいと言ってるわけじゃないですよ。私がご紹介している仏教の世界へ皆さんお入りなさい、仏教徒におなりなさい、そうすれば今よりもずっと幸せになれますよなんていうことは全然言ってないですよ。そうじゃなくて、大事なことは人が生きる生きがいの道というのは複数あるんだと。そして自分が生まれた時から思い込んでる世界とは全然違う形の生き方が探せばあるということなんです。転がってないですよ。歩けば自然にぶつかるというわけじゃないんです。探せばあるということを知っていただきたいということなんですね。ですから私はこの講座で講義で受けている人たちを仏教徒にしようなんていうことはもう全く思ってません。そうではなくて、仏教という一つの一般社会とは違う生き方もあるということを知っていただきたいんですね。ですから、一般社会の生き方も合わないし、私の講義を聞いてみて仏教という全く違う教えがあることも分かったけれども、しかしだからといって私仏教徒になりたいと思いません、それも私の考え方とは違いますという方がおられてもちっとも構わないわけで、そうしたらまた別のものを探していただきたいんです。ひょっとしたらその人には仏教よりもキリスト教の方がよっぽど幸せの道として役に立つかもしれません。それでいいんです。でそういうふうに言ってみればこの世の普通の価値観とは違う世界があるということを知っていただく、それがこの授業の目的なんですね。だから知識の伝達でもないし技能の伝承でもないという意味はそういうことなんです。ですから、どうぞ私の講義を聞いてですね、多様な生き方があるということを知っていただきたい。だから今あるこの状態にもしも満足できない他の生き方を願っている人がいた場合に、どうぞそれで、たった一人で、孤独の中で落ち込む必要はないのであって、そのような生き方をしている人が実は世の中にはいっぱい集まっているんだということを知っていただきたいと思うんですね。で特に今この疫病の時代になって我々は今までの一般的な価値観が揺らいできてるんですね。みんなで集まって元気に力を出してエネルギッシュにね仕事をしていくとだんだんと良い世界が我々の手に入るのだということがどうもぐらついてきている。で特にそういう中でどうしたらいいんだと、これから自分はどういう方向性で生きていったらいいんだということをに対して迷った場合にですね、実はもう2500年も前からそういう迷いの中で道を見つけていった人たちもたくさんいるんだということを知っていただいて、決してそれは今我々が置かれている唯一のユニークな苦しみではないんだということを知っていただいて、いろんな生き方を模索し、そして探していくと、そうするとそこには必ず見つかるんですね、そういうものがね。でそういう自信をつけていただくことができればこの授業の一番の会になるということなんですね。はい、どうぞ成績のことは心配しないで、私のこの画像にね動画に対して感想なり何なり送ってくださったらもうそれで十分その誠実さを授業の単位のね基準にいたしますので、何も心配することなくどうぞ私のところへ、何でもいいですから好きな形でメールをください。それで皆さんとのつながりを保っていきたいと思います。今日はちょっと脱線をしてしまいましたけれども、一周月記念ということでお許しください。また次回からちゃんとやりますので。
はい、それじゃあこれで終わります。ごきげんよう。